こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、通路に湧いたゾンビに危うく殺されかけたところまでです。しかし、4人目の私となってからはブロックや食料が調子よく集まり、運は好調のようです。廃校を発見する運以外はね。さて簡易地図の方ですが、南北通路9本目の途中まで掘り進んでいます。この50本目に進みますが、これでもなお廃校が見つからなければ11本目は要塞生成エリアを掘り進めようかと考え始めました。あら、弱気なのね。やっぱり変な守護霊がついているから？いえ、念のためです。廃校の生成仕様が前作のバージョンと変わってる可能性を念頭に置いてのことです。なお収集ブロックですが、私にとって完全に盲点だった情報をいただきました。アイアンゴーレムがポピーをドロップするので、花を使った染料4種類、すなわち羊毛と色付き粘土で8ブロックが地下でも入手可能です。ただ入手しやすいブロックとこれを合わせても、塔の高さは地上に手が届くまでは微妙に足りなさそうでした。まあでも、粘着ピストンで地上物を地下に引き込む作業は楽になりそうね。一応草ブロックを一つ地上に引き込む予定でしたが、想定外のことが起こり得ることを考えると、手段はいくらあっても助かります。さて早速ですが、掘り当てた洞窟からゾンビが現れました。誘導しやすいです。勢いよくゾンビ肉が飛び出した。今まで手ぶらゾンビが多かったのが嘘のようです。ついにゾンビ肉10枚達成です。って、地下峡谷ですね。そういえば一つ西の南北通路は東西に伸びた峡谷が2つありました。これはその2つ目の続きでしょうね。十分見通せるので廃校が突き出てればすぐわかりそうなものですが、やはりないです。さて、峡谷から10分少々掘り進めたところです。溶岩の脇に出ました。明るく照らされるのは大変結構な洞窟の振る舞いですが、一瞬怖いです。いつの間にかウィッチはいてるし。あらいいの？めったに湧かないウィッチなのだし、ここは念願のボーゲットを目指すべきでしょ。いえ、今は失うものが大きいです。毒ポーション一つで満タンのハートがほとんどパーになります。でも、松明か。一応チャンスがあるか確認するだけしてみます。無理、やっぱり無傷で倒せるイメージが湧きません。それから10分して、また洞窟を掘り当てました。天井の高さでは様子が見えづらいので長居しません。さらに15分ほど掘り進んだところで砂利を見つけ、回収してたら広めな洞窟を掘り当てました。そしてめっちゃゾンビの音がします。今まではやっと見つけたゾンビが手ぶらだったり、スケルトンが同時に湧いたりで食事にありつけなかったものですが、やはり流れが来ていそうです。また2枚ゲットでこれで合計12枚です。やはり、食べるものに困って飢えていた歴代の私が、今の私が困らないよう守ってくれているんですね。もう間違いないです。しかしまあこの洞窟も広いです。近くに廃校が生成されてたらあっさり見つかりそうなのに。さらに4分で次の洞窟を掘り当てました。間隔が短いので洞窟多発地帯に入ったんじゃないかと少し心配になります。案の定というか、3分で次の洞窟を掘り当ててしまいました。あら、洞窟は多い方が廃校が見つかりやすいんじゃないの？いえ、廃校は100メートルほど縦横無尽に広がっているはずですから、わざわざ洞窟から見えなくともぶち抜けると思うんです。なので普通の洞窟を覗き込むのはまあ念のためという気分です。峡谷なら別ですけどね。さらにわずか2分でまた洞窟を掘り当てました。浸水は身動きしづらく覗き込みにくく厄介です。
せっかく取り入れた洞窟からの貴重な明かりが消える？あ、一応無事でしたが、だいぶ暗くなってしまいました。で、その少し先で、またも金鉱石が横3ブロック並んでいるのを見つけました。もう暗殺者が近くまで来てるので深くは突っ込まないでおきます。うおー、また洞窟です。これだとさっきの暗殺者が私の元までたどり着けてしまう。やばめな感じです。しかし掘り進んでも、結局スケルトンは現れませんでした。鉱脈の話題に深く触れなかったのが幸いだったようです。あ、また鉱脈の話に触れちゃったわね。さて、あと少しで洞窟を抜けるところなのですが、新たな暗殺者が近寄ってきたようです。左奥に潜んでる。うおー怖い。やばいこれは逃げないと、ぐはー。うおーもう鉱脈の話は金輪際触れません。あ、また触れちゃったわね。とりあえず32メートル作戦で消えてもらいました。うおーなんでこっちも金鉱脈があるの？記事は中から撃たれるのよ。もういない？いないですよね。さて、どうやら洞窟多発地帯を抜けたようでガシガシ掘っているところ、通路にゾンビが湧きました。最近ずっと2枚ずつドロップしていますけど、まあさすがにもうそろそろ手ぶらゾンビでしょうね。もしかして本当に私は前の私から5カゴ受けてるの？また2枚？これもう冗談抜きでお払いしないと廃校出てこないわよ。さて、ここで録画時間の関係でプレイを切って再開です。なんだかよくわからないのですが、最近録画の冒頭1分くらいまで訪れが生じてしまうことがあります。まあ下手にいじるともっとひどくなるかもしれないので、当面スルーしておきます。前作でのラグさんのようにそのうち自然に治るかもしれません。で、その後35分は土や砂利はあったものの洞窟がなく、一気に9本目を掘り終わってしまいました。結局9本目も廃校でなかったわね。で、ここから西に64メートル掘っていよいよ10本目に突入するわけなのですが、前作では10本目のスタート地点付近で要塞を掘り当てているんですよ。さて、ここでプレイを再度切ってゲーム再開です。ここからはバージョン 1.8.4 に引き上げました。バージョン上げれば廃校が出やすくなるかもという藁をもつかむ思いです。むしろ廃校でなすぎわらわらって感じね。で、20分弱で久々洞窟掘り当てました。またゾンビです。さすがにそろそろ連続デリバリーも疲れてきたでしょう。と思っていたところ、やはりゾンビ肉がポロッと出ました。お、ついにドロップがゾンビ肉1枚に減りました。そろそろ長かった前の私の5カゴも限界のようです。ほら、手ぶらゾンビです。よかったー。これでようやく廃校運が戻ってくるんだ。もともとない廃校運がどうやって戻ってくるのかしら。いえ、いくら私でも廃校運ゼロじゃないですよ。前作で再三廃校を見つけてたじゃないですか。そうだったかしら。廃校がボコボコ発見できたのは要塞を掘り当てようとした時くらいで、廃校を探してた時はなぜか要塞をニアミスしてたわよ。少ししたら、さっきからうるさかったエンダーマンが姿を現しました。とりあえず用はないんですよね。さらに1分ほど掘り進んでいたところ、先ほどの洞窟に3体目のゾンビが姿を現しました。まあ借りやすいので買っておきましょう。同じ調理場をまた再利用です。で、結果何が起きたかと言いますと、ゾンビ肉2枚ドロップで、計17枚になってしまいました。正直恐れ多い枚数です。結局小休憩を挟んだだけで、まだまだ守護霊の呪い継続中だったのね。まあとりあえず、これで南北通路10本目スタート地点に到着です。
すなわち、前作で要塞掘り当てに要した距離を廃校探しで素で掘りしてしまったということになります。といったところで今回はここまでです。でもまあ、廃校なんて要塞掘り当てを目指せばすぐ出てきますよ。心配なんていりません。それではまたね。バイバイ。